This is important, we think, because there's really a tsunami of Alzheimer's coming towards us. If you look at the numbers, roughly a third of the people at age 85 or so have Alzheimer's disease. And if you look at how old is the average Alzheimer's patient, they're usually older than 70 or 75 years of age. So it's really a disease of the aged people. And the risk to get the disease as you get older becomes higher and higher. And there's an estimated 75 million people just in 9 years or so that will have this disease worldwide. And that is because people are getting older across the globe, not just in the industrialized nations, but really今の発言にはドキッとさせられますよね。アルツハイマー病という認知症の代表格がまるで津波のように私たち人類に押し寄せようとしている。そんな衝撃的な予測です。85歳では3人に1人がアルツハイマー型認知症に罹患し、わずか10年足らずで世界中の患者数が7500万人にも達するかもしれない。これは決して他人事ではなく、日本でも超高齢社会が進む中、多くの方が感じている不安ではないでしょうか。この病気は年を取った人に起こるもの。だから長生きすればするほどリスクも上がる。長生きできるのは本来喜ばしいことなのに、その先に待ち受ける認知症の脅威、まさに嬉しいような怖いようなジレンマですよね。では、私たちはこの津波にどう立ち向かえばいいのでしょうか。現在、世界中の科学者たちが老化や認知症の研究にしのぎを削っています。その中で今、ある画期的なアプローチが注目を集めているんです。それは若い血液を使って脳を若返らせるという、一見 SF のような挑戦です。80歳のおじいちゃんの脳に、20代の若者の血を入れたらどうなるのか、本当に記憶や判断力が蘇るのか。本日の動画では、この最先端研究の全貌に迫りながら、私たちの未来にどんな希望や課題があるのかを一緒に考えていきたいと思います。Plaguing us the most, that the most prevalent diseases are all age-related. And this graph here shows 皆さんは年を取ると病気が増えるという話を一度は聞いたことがありますよね。実際、高血圧や糖尿病、がんに心臓病、そしてアルツハイマー病のような認知症、これら現代人を苦しめる主な病気の多くは年齢と深く関わっているんです。今の引用にもあったように、私たちを悩ませる代表的な病のほとんどは老化によってリスクが高まる加齢関連疾患です。裏を返せば、年を取らなければ発症しにくい病気とも言えます。いい人生を積み重ねて年を取ること自体は本来喜ぶべきことです。でも、その代償として重い病気の可能性がぐんと上がってしまうのだとしたら、なんとかその流れを変えたい。そう思いませんか？実は今、科学の世界では、老化そのものにメスを入れられないかという大胆な発想が生まれています。An initiative was formed to ask the question, what is aging and why does age contribute to all these diseases? And could we possibly slow down or reverse aging to tackle all these diseases? これはまさに研究者たちが抱いた問いです。老いるからいろんな病気になるのなら、老化そのものを抑え込めば一気にいろんな病気を防げるんじゃないか。夢のようですが、理にかなっていますよね。例えば老化のスピードを半減できたら、認知症もがんも発症を何年も先延ばしできるかもしれない。人類は昔から不老不死に憧れてきましたが、科学の場で真剣に老化を止めるなんて議論される時代が来るなんて驚きです。実際、米国立衛生研究所では老化研究に特化した部署があり、老化がさまざまな病を引き起こすメカニズムを解明しようとしています。研究者たちは老化という現象の正体を探り、それを操作することで若返りを起こせないかと模索しているんですね。とはいえ、老化を止めるなんて聞くと半信半疑になりますよね。老化は生物の宿命とも思えます。それでも科学は少しずつ可能性を見出しています。次の章では、人類が古来から夢見てきた若返りがいよいよ現実味を帯びてきたというお話です。Famous painting from Lucas Granach the Elder in the 16th century shows one rendition of this fantasy, if you will, of old people entering a fountain of youth and re-emerging young and rejuvenated on the other side. Now, we know, of course, that there is no such magic fountain. There's no magic potion that could achieve that in humans. But
over the past 10, 15 years or so, it has been increasingly become apparent that in mice there might actually be a possibility for a fountain of youth, and that rejuvenation may be possible even in complex organisms. And in mice in particular, many different groups have now shown that metabolic interventions such as不老長寿の泉の伝説、ご存知の方も多いでしょう。16世紀の探検家が命がけで探したなんて話もありますが、それが現実に見つかった試しはありません。でも科学の世界で若返りの泉を彷彿とさせる現象が次々と報告され始めたらどうでしょう。引用では絵画の例が出てきましたが、人間は昔から若返りの物語を語り継いできました。実際には魔法の泉なんてない、誰もがそう思っていました。それがここ10年から15年の研究で、あれもしかするという結果がマウス実験から上がってきたんです。例えばカロリー制限や運動といったシンプルな介入で寿命が伸びたり老化の指標が改善したりすることが動物実験で確かめられています。食事量を減らしたマウスは長生きしますし、自発的に走り回るマウスでは脳の老化が遅れるという報告もあります。また細胞レベルでは老化細胞を除去すると老化現象が緩和することも分かってきました。細胞の初期化、リプログラミング技術を一時的に使って生態をリセットする試みもなされています。つまり老化は絶対に止められないという常識が揺らぎ始めているんですね。中でも今日の主役は血液です。若い個体の血液がまるで若返りのカクテルのような働きをするかもしれない。そう聞いたらワクワクしませんか？実はこのヒントはある奇想天外な実験モデルから得られました。パラバイオシスと呼ばれる100年以上前に考案された方法です。次の章ではそのパラバイオシス実験が明らかにした驚きの結果を見てみましょう。パラバイオシスとは直訳すれば並行した生命。簡単に言うと2匹の生きた個体を外科的につなぎ合わせて血液循環を共有させる実験モデルです。想像すると少しギョッとする光景ですよね。若いマウスと老いたマウスをお腹の皮膚で縫い合わせて一心同体にしてしまうんです。するとお互いの血液が行き来してそれぞれの臓器に相手の血液が流れ込むようになります。まるで若いマウスと老いたマウスが一つの血管網でつながった双子のようになるわけです。この奇抜な実験、20世紀初頭にはすでに行われていて、当時は移植の拒絶反応や血液中のホルモン作用などの発見につながりました。そして21世紀に入り、老化に対してこの方法を使ったらどうなるだろうという疑問が投げかけられたのです。若い血が老いた体に流れ込んだら老いた臓器が若返ったりしないだろうか。逆に老いた血が若い体に入ったらワクワクしますよね。スタンフォード大学の研究者たちはまず老化で萎えてしまう筋肉に注目しました。年を取ると怪我をしても筋肉の回復が遅くなります。それは筋肉にいる幹細胞の働きが落ちるからですが、それが老化で内在的に壊れてしまったのか、あるいは体内の環境、例えば血液に原因があるのかをパラバイオシスで確かめたんです。若いマウスと老いたマウスをつないでしばらく様子を見てみる。さて結果はどうなったでしょうか。And so they paired these mice, and what they found is that the old muscle could indeed be regenerated and rejuvenated, almost functioning like a young muscle in these pairs of mice. なんと老いたマウスの筋肉が若返ってしまったのです。若いマウスとつないでおくだけで老人マウスの筋肉の治癒力が復活し、まるで若者の筋肉のように元気に動くようになった。これは研究者たちにとっても衝撃的な結果でした。この実験では筋肉だけでなく肝臓にも若返りの効果が見られたと報告されています。また当初はわずかな兆候でしたが、脳でも神経の元になる細胞の増殖が増えたらしいという興味深い観察もありました。若い血が全身のいろいろな臓器に良い影響を及ぼしたらしいとなれば期待が膨らみますよね。では実際に若い血液そのものを点滴のように年老いたマウスに入れたらどうなるでしょう。手術で体をくっつけなくても若い血の成分が効果を発揮するのかを試した研究があります。What solved it is beyond the parabiosis, he collected actually blood from young mice, got rid of the cells so that he's left only with what is called plasma, injected that repeatedly into old mice, and he found that this led to increased stem cell activity, increased plasticity, less inflammation, and most importantly, improved function, memory, and with a number of different paradigms. スタンフォード大学のサウル・ビレダ博士らの実験では、
若いマウスの血液から結晶だけを取り出し、血液細胞は除いて液体成分だけにする。それを老いたマウスに定期的に注入しました。その結果、老マウスの脳内で神経の新生が促されたり、脳の炎症が和らいだりといった変化が起き、そして驚くべきことに記憶力や学習能力が改善したのです。まるで老いた脳が若返ったかのようだと表現してもあながち間違いではありませんよね。若い血液が持つ何らかの成分が脳に作用し、認知機能を高めているらしい、そう示唆される結果です。これは認知症に苦しむ人々への応用を夢見ずにはいられません。しかしここで気になるのは逆の場合です。老いた血液が若い体に入ったら一体どうなってしまうのでしょう。もし若返りの成分が若い血にあるなら、老いた血には逆に老化を促すものが含まれているのか。この疑問にも同じ研究者たちが答えを出しています。 In the parabiosis model, but also could again be mimicked by transferring plasma. So here, Saul collected plasma from old mice and repeatedly infused them intravenously into young mice, and that led to the exact opposite effects. It reduced neurogenesis, reduced plasticity, memory function, and caused more inflammation. And a number of other labs have recently been able to show, for example, Gerard Karsentian. なんと若いマウスに老いたマウスの結晶を入れると健康状態が悪化したのです。具体的には脳の炎症が強まり、認知機能の低下を示唆するような変化も観察されました。先ほどとは逆に若いマウスの脳が老け込んでしまったようなものです。これは老化した血液の中には若い個体に悪影響を与える物質がある可能性を示しています。若い血には良いもの、老いた血には悪いもの、まるでおとぎ話の魔法の薬と毒薬みたいですが、科学的な事実としてそうした因子が存在するらしいのです。こうした結果を受けて世界中の研究者が血液中の何が老化や若返りに効くのかを探し始めました。若返りをもたらす良い因子とは何か、老化を促進する悪い因子とは何か、それらを特定できれば血液ごと移し替えなくても薬で同じ効果が得られるかもしれませんよね。実際この講演者であるウィスコライ博士の研究チームや他のグループからいくつかの有力候補が報告されています。例えば若いマウスの血中に多く含まれるオステオカルシンというホルモンを投与すると記憶力が改善するという報告や、逆に老いると増える炎症性タンパク質 CCL11 別名エオタキシンを若いマウスに入れると認知機能が低下するという報告などです。まだ候補はたくさんありますが、重要なのは若返りも老化も特定の一つの物質で起こるわけではないという点です。血液には何千ものタンパク質やホルモンが含まれますから、若返り効果もおそらく複数の因子のハーモニーで生まれているのでしょう。裏を返せば老いた血の悪影響も一つではなく、さまざまな年齢関連物質が合わさって起きているのだと考えられます。 So these are examples of proteins in the blood that change with age that have either beneficial or detrimental function. We think there are many factors, it's not a single one, and this is certainly not an exclusive or a final list, by no means. ウィスコライ博士も強調しているように、若返りに関わる因子は一つではなく多数存在し、その全貌はまだ見えていません。言ってみれば若い血液というオーケストラの中でいくつもの楽器、因子が合奏して若返りという音楽を奏でているようなものです。どの楽器が特に重要なのか、間違った音を出す楽器、老化因子はどれなのか、それを突き止めるにはまだまだ研究が必要です。それでも血液を変えるだけで老いた生き物が若返るという事実が示された意義は計り知れません。もしかすると将来は人間でも同じように若返りが実現するかもしれない。そう考えるとワクワクしますね。ただ一方で、本当にそんなことが人間にも起こるの？脳のような繊細な臓器にも効くの？といった疑問も湧いてきます。そこで次の章では若返りのメカニズムにもう少し踏み込んでみましょう。若い血が体にもたらす変化の裏側で何が起きているのか、そして特に脳のような臓器にそれがどう作用しうるのかを探っていきます。若返り現象を紐解く鍵は、体を構成する細胞の変化を見ることです。人間の体はさまざまな臓器からなり、その臓器は何十種類もの細胞でできています。では老化は体中の全ての細胞で一様に起こるのでしょうか。それともある部位の細胞が先に老化して他に悪影響を及ぼすのでしょうか。興味深いことに、最新の研究で老化の進み方は臓器や細胞の種類によってバラバラだと分かってきました。同じ個体の中ですら
ある臓器は早くガタが来るのに別の臓器はまだ元気ということが起こりうるというのです。Downregulated or upregulated, but by no means is this a homogeneous process or a synchronized process. It seems some tissues age very late, some show changes earlier on. ウィスコライ博士らのマウス研究によれば、老化に伴う遺伝子の変化が顕著に現れるタイミングは臓器ごとに異なりました。早々と老化のサインが出る臓器もあれば、晩年になるまで目立った変化がない臓器もあったのです。つまり体内の老化時計は部位ごとに少しずつずれていると考えられます。さらに面白いのは、身体のある部分で老化が進むと、そこから老化を促す物質が分泌されて他の部分の老化を加速させる可能性も指摘されていることです。例えば加齢とともに免疫の細胞が慢性的な炎症物質を出すようになり、それが全身に回っていろいろな臓器の機能を低下させる、そんな連鎖反応が起きているかもしれないのです。まるで傷んだリンゴが周りのリンゴをどんどん傷めていくようなイメージですね。こうした現象は炎症の加齢、インフラマジングなどと呼ばれ、老化研究の重要なテーマになっています。若返りを研究する科学者たちはこの連鎖を断ち切ったり逆転させたりすることを目指しているわけです。では若い血液は具体的に体内のどの細胞や臓器に働きかけているのでしょうか。前の章で見たように筋肉や肝臓、脳などさまざまな臓器が恩恵を受けていましたよね。ただ実はその効果の大きさは臓器や細胞の種類によってまちまちです。例えば血液を作る造血幹細胞や肝臓の細胞などは若い血の恩恵を強く受けて若返りやすい一方、神経細胞などは変化が小さいといった報告もあります。同じ若返り効果でも全身の細胞が均等に若返るわけではなく、若返りやすい細胞とあまり変わらない細胞がいるのです。これも不思議な点ですよね。なぜ細胞によって反応が違うのか、それ自体まだ解明途中ですが、鍵となる因子の受容体が細胞ごとに違うのかもしれませんし、細胞内の老化ダメージ具合に差があるのかもしれません。さてここで気になるのが脳です。脳は人体の中でも特殊な臓器で、血液から隔離された血液脳関門というバリアによって守られています。せっかく若い血に良い成分があっても血液脳関門が鉄壁なら脳には届かないんじゃないか、多くの人がそう考えますよね。実際我々の体は有害物質や病原体が脳に入り込まないようこの関門で厳重に監視しています。ただ近年の研究でこのバリアも年齢とともに変化することが分かってきました。老化で少しずつ漏れやすくなるという説もあれば、逆に血液から脳への栄養供給が落ちるという話もあります。では若返りの鍵を握る血中因子たちは一体どうやって脳に影響を及ぼしているのでしょうか。ウィスコライ博士も講演の中でこの疑問を投げかけています。 And tissues that benefit, for example, from young blood, how do the factors reach the brain, especially for a question like Alzheimer's disease? We have this blood-brain barrier that we have been taught doesn't let things into the brain. So how would this potentially work? And then a question that is more conceptual and related to この疑問に答えるため博士たちはユニークな実験を行いました。若いマウスの血液中のすべてのタンパク質に目印をつけてしまうというアプローチです。難しい作業ですが、血液中の何千ものタンパク質分子一つ一つにタグをつけ、どこへ行くか追跡したのです。そしてその印付きの若い血を老いたマウスに入れてみたところ、結果脳内からタグのついたタンパク質がちゃんと検出されました。つまり若い血の成分は脳内に入り込むことができるということです。ただし面白いことにその入り方には若い時と老いた時で違いがありました。若いマウスの脳では血液中のタンパク質が能動的に脳に運び込まれていました。具体的には血管を構成する血管内皮細胞がトランスポーター、運び屋を使って血液中の特定のタンパク質を取り込み、袋に包んで反対側の脳組織へ放出する、そんな高度に制御された輸送が行われていたのです。これをトランスサイトーシス、小胞輸送といい、本来血液脳関門ではごく限られた分子しか通さないために、この特殊ルートが厳しく制限されています。ところが老いたマウスではこの選択的な輸送がうまく働かなくなっていたんですね。代わりに壁が少し漏れやすくなり、一部のタンパク質がゆっくり染み出すように脳に入るケースが増えていました。ただ驚いたことに総合的には老いた脳の方が若い脳より結晶タンパク質の取り込み量が少なかったのです。バリアが緩んで有害なものが漏れやすくなる一方で、本来必要なタンパク質を積極的に運ぶ仕組みが衰えてしまう、どうやらそんな変化が起きているようなのです。
And so we conclude that many plasma proteins can enter the young brain using specific transport and are taken up by neurons and other brain cells. And with age, that transport shifts from specific to non-specific, and there is less protein uptake overall. ウィスコライ博士は講演で、若い脳では血液脳関門が選択的に開いているのに対し、老いた脳では無差別に漏れるが全体量は減ると表現しました。少し複雑ですが、要するに若い時には血液から脳への良いものの受け渡しが盛んで、年を取るとそれが減ってしまうということです。考えてみれば、若い頃は栄養でもホルモンでも脳が貪欲に取り込んで成長し適応しますが、老いるとそれが鈍くなるのかもしれません。そして皮肉なことに、一方でバリアが緩むせいで本来入れたくない炎症物質などが紛れ込みやすくなる可能性もあります。つまり老いた脳は若い頃に比べて良いものを取り込みにくく、悪いものはじわじわ侵入を許してしまう状態なのかもしれません。このあたり、認知症発症との関連でもとても興味深い論点ですよね。最近の研究ではアルツハイマー病患者の脳で血液脳関門の機能低下が確認されたとの報告もあります。脳を守るバリアが弱まり、本来なら排除すべき不要物質が脳に溜まって神経にダメージを与える、そんな悪循環が老化した脳で起こっている可能性があります。それではこうした知見を踏まえて、実際に私たち人間に応用できる可能性はどこまで来ているのでしょうか。マウスの世界では若い地で老いが言えることが示されました。では人間では、次の章では若返り研究の現在の臨床応用とその展望、課題についてお話しします。マウスでの成功を見て、人間にも若い血を入れたらボケ防止になるのではと期待するのは自然な流れです。実際この分野の研究はマウスだけにとどまらず、人を対象にした臨床試験へと進み始めています。ウィスコライ博士自身も共同創業者となってベンチャー企業を立ち上げ、アルツハイマー病患者に若いドナーの血晶を点滴する試験を行いました。その初期結果では安全性が確認され、認知機能にわずかな改善の兆しも見られたそうです。ただし患者数が少なく、プラセボ対象もない予備的なものなので、効くと言い切るにはデータが足りません。一方、スペインの研究チームはアルツハイマー病の患者500人以上を対象に大規模な臨床試験を行いました。この試験では若い血を入れるのではなく、古い血を抜くアプローチが取られました。患者さんを定期的に透析センターのような場所に通わせ、血液中の結晶成分を取り除いてアルブミン製剤、結晶の主なタンパク質を戻すという処置を繰り返すのです。いわば有害物質で汚れてしまった古い血の成分を捨て去って新鮮なタンパク質で希釈するようなイメージですね。するとどうなったか、結果は良好でした。And what they showed actually in a phase 2B and phase 3 trial in Europe that was completely blinded, placebo-controlled in 500 patients with Alzheimer's disease, that this is in fact beneficial, that these patients are doing better, especially those with moderate disease. They have reduced progression of the disease and they're improving in memory and daily functioning. なんと大規模試験でアルツハイマー病の進行を遅らせ、認知機能や日常生活能力の低下を緩和する効果が示されたのです。これは画期的な成果です。完全に病気が治るわけではありませんが、進行を食い止められるだけでも患者さん本人や家族にとって大きな希望になりますよね。注目すべきは、この試験で用いられたアルブミン製剤のドナー平均年齢が35歳と比較的若かったことです。つまり間接的ではありますが、若年層由来の結晶タンパク質を補充したことになるわけです。古くなった血液を捨て去り、若々しい成分で置き換える、まさにマウスでの知見を人間に応用した実例と言えるでしょう。もっとも、だからといって若者の血さえ手に入れれば高齢者は皆元気になると飛躍するのは禁物です。実験的な療法とはいえ、この成果には多くの専門家が慎重な目を向けています。まず大掛かりな血液交換は手間も費用もかかりますし、何度も行えば感染症などのリスクも伴います。また倫理的な問題もありますよね。若いドナーの血液を富裕な高齢者が買い集めるなんてことが横行したら、まるで吸血鬼のようなディストピアです。実際に過去、一般人向けに若者の結晶を輸血して若返ろうなどと謳う怪しげなサービスが登場し、当局から警告を受けた例もあるほどです。やはり人間社会で広く利用するには、安全性、持続性、倫理面などクリアすべき課題が山積しています。では今後、若返り医療を実現するにはどうすればよいのでしょうか。ウィスコライ博士は血液中の具体的な成分を明らかにして、
それを薬や治療法に落とし込むことが重要だと述べています。実際彼の研究チームは若い血による若返りとカロリー制限や運動など他の介入による効果を比較し、若返りに共通する分子サインを探ろうとしています。いくつものアプローチで共通して変化する物質こそ若返りのマスタースイッチかもしれないからです。その正体がつかめれば、あとはそれを増やす薬や投与法を開発すれば良いわけですね。夢物語のようですが、老化を治療する新薬が将来登場する可能性も十分にあります。長時間にわたってご視聴いただきありがとうございました。それでは最後に本日の話を簡単にまとめてみましょう。ポイントは大きく3つありました。1つ目は、老化は様々な病気の根本原因であるということ。年齢を重ねるほどアルツハイマー病をはじめ多くの疾患リスクが上がることから、老化そのものにアプローチする老化制御医療の考え方が生まれてきたとお伝えしました。2つ目は、若い血液が老いた体を若返らせる可能性です。マウス実験では若い血液やその成分を与えることで認知機能や臓器の回復力が向上し、逆に老いた血液を与えると若い個体が老化してしまうという驚きの結果が得られました。血液中には若返りを促す物質と老化を促す物質が混在しており、その正体をめぐって世界中で研究が進んでいます。3つ目は、その知見が人間の医療に応用され始めていることです。アルツハイマー病患者を対象にした血小交換の臨床試験では、病気の進行を遅らせる有望な結果が報告されました。ただし現時点で若返りを完全に実現する治療法が確立したわけではなく、安全性や倫理面の課題も残っています。私たちは今誰もが避けられない老いという課題に科学で立ち向かおうとする歴史的な転換点にいます。80歳の脳に20歳の血を入れるなんて、かつては空想の産物でした。それが今や現実の研究テーマであり、マウスの世界では部分的にそれが成功してしまいました。人間でもいつの日か認知症で奪われた記憶を取り戻すことが可能になるかもしれません。もちろんそのためにはさらなる研究と慎重な検証が必要です。でも私はこの科学の進歩に大きな希望を感じずにはいられません。皆さんはいかがでしょうか。最後に視聴者の皆さんが今日から実践できる具体的なアクションについてお話しします。残念ながら今すぐ若返りの特効薬が手に入るわけではありませんが、老化のスピードを緩めるヒントはすでにいくつか見つかっています。例えば適度な運動は脳内で若い血液がもたらすのと似た良い物質を増やすことが知られています。またバランスの良い食事や十分な睡眠をとることも体の修復機能を高め、結果的に老化を遠ざけます。要するに生活習慣の改善こそ今手に入る最良の若返り薬かもしれないのです。さらに今回興味を持った方はぜひ最新の科学情報にもアンテナを張ってみてください。老化研究や認知症研究の分野では日々新しい発見が報告されています。信頼できる情報源、大学や公的研究機関の発表などを定期的にチェックしたり、本を読んだりすることで最新の知見を知ることができます。知識をアップデートし続けること自体、脳の健康にはとても良い刺激になるんですよ。そしてもし余裕があれば研究への支援や社会活動への参加も検討してみてください。例えば認知症研究の基金に寄付をしたり、地域の認知症サポーター養成講座を受けたりするのも素敵ですね。私たち一人一人の行動が将来の老いに優しい社会づくりにつながっていくはずです。若返りの研究はまだ始まったばかりですが、その一歩一歩が将来の医療を大きく変える可能性を秘めています。いつの日か80歳になっても脳は40代という時代が来るかもしれません。そんな未来を想像しつつ、今後も新しい知的冒険を続けていきたいですね。本日はご視聴ありがとうございました。